ドリームランナーチャンネル。はい、皆様こんにちは。ドリームランナーチャンネルのお時間でございます。今日は、実は住宅街での撮影になりまして、ちょっといろんな雑音が入ってくるかもしれないんですけど、お許しください。そして今日のお題、バイアルス TL シリーズということで、こちらのオートバイが日本のトライアルを持ってきてくれた愛のバイクということで、僕らもいろんなところで目にしたんですけれども、ちょうどその時、1973年、ちょうどオートバイ発売されたのが1973年なので、その時に、ホンダの、会社の中でですね、本社ですね、モーターレクリエーション推進本部で働いておりました藤沢さん。当チャンネルだと F1 セカンドチャレンジ2回目、2期ですね。そこの、1作目、2作目、3作目でコメントをいただいた方でございます。藤沢さん、じゃあ今日よろしくお願いします。はい、ドリームランナーチャンネルご視聴の皆さん、お久しぶりです。今回は二輪の、しかも古い競技、しかも新しい競技、トライアルス、それから、バイアルスについてご説明させていただきます。はい、藤沢博之と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあちょっと、まず最初から質問っていうのもあれなんですけど、125cc、先ほど言ったように1973年の昭和48年ですよ。私の年齢で言うと、ちょうど10歳の時に発売になったということですね。63、そうですね、10歳ですね。で、トライアルスで、バイアルス、似てますよね、言葉がね。はい、バイクを使ったトライアルということで、バイアルスっていう言葉を、まずホンダが作り、はい、普及に努めたわけなんですが、はい、バイクプラストライアルス、バイアルスっていう言葉ができ、はい、で、バイクプラスが取れた時に、トライアルスっていう言葉が、自然的に残った。一般的に残っていた。で、欧米では、簡単にトライアルっていう表現をしますけれども、はい、日本の場合は、バイアルスの流れの中から、トライアルスっていう言葉が残ったようですね。ああ、なるほど。はい。そうすると結構このね、今で言うというかね、そのトライアル、バイアルスか。バイアルスがその時のトライアル、日本のトライアルの普及に結構力を与えてくれてた。そうですね。私が所属してた、ホンダ本社のモーターレクレーション推進本部っていうのは、まさに、オートバイのレクレーションを最初主眼に、レクレーションを推進するっていう部門でしたので、先ほどちらっと言いました、イギリスで長く、伝統的にレースやられてたトライアルスを、日本ではまだほとんどやられてないっていうところで、パイオニアのトシ西山さんだとか、万沢さんだとか、それから、成田さん、丸山さんたち、それから、後には、服部清輝さんなんかに、トライアルス競技の素晴らしさを伝え、普及させるために、まず、50cc のナンバーがつくバイク、それからそれに先立つ、SL90 を、転速型にし、トライアル競技に向くように、保安部品が簡単に着脱でき、競技もできるし、行動も乗れるっていう、TL マシンを世の中に送り出したのがスタートだっていうふうに思っております。で、そうすると、今のお話の通り、じゃあバイアルスの名前という部分と、それからどんどんこのバリエーション展開をしていくっていう形になるんですけれども、ちょうど1973年
っていうと、まあ、ここに2台のオートバイが置いてあるんですけれども、まずこの子、CB50 の JX っていうバイクで、これも1973年5月なんですね。発売が。で、その後に発売されたのが順序でいくと 250cc ですね。で、これが TL250。そしてサイドカバーにバイアンスと。ちょっと銀色のタンクでしたよね。そうですね。ちょっと角張ったような感じですね。で、その後にですね、先ほどの 50cc が、まあこれが原型とは言わないんですけど、これの派生機種っていう形で 50cc ができて、まあ当時、ちょうどあれですよね、中型免許が出てきて、大きいオートバイがなかなか乗りにくくなってきた時期なだけに、結構 50cc 出ましたもんね。そうですね。まあ、日本独自の 50cc、原付というカテゴリーがやっぱり大変愛好者の方が多くて、まず 50cc の原付でナンバーが取れて公道を走れる。はい、で、しかも保安部品を外せば、ウインカーレンズだとか割れることなく、競技もできるという形で、まあ、より多くの方にバイアルスを楽しんでいただくために、バイアルスパークを作り、それから、競技者としての TL50 を発売し、このカテゴリーを、お客様に楽しんでいただきたいということで、普及活動をしていったわけです。これ、1975年の頃に、まあ、情報では、世界選手権がね、トライアルというのも、欧米、ヨーロッパですかでは始まってる。そうですね。先ほども言いましたように、イギリス発祥のモータースポーツで、まあ、ロードレースが競馬、モトクロスが、まあ、ロデオっていう流れの中で言えば、トライアルはまさに馬術。そうですね。馬術っていうような位置づけで、イギリスで行われておりまして、近代ではスペインで熱狂的なファンを獲得して、まあ、スペインの国技と言われるほどの、盛り上がりを見せておりますが、古くからイギリスでやられてたという意味で、大変伝統的な古い競技であり、しかも日本にとってはトライアルっていうのは大変新しい、当時として競技。新しい競技。新しい競技っていうことで、取り入れさせていただいた経過があります。私なんかまあちょっとかじった感じで、いわゆるロードレース、ね、ちょこっとだけなんですけどやってまして。で、ある程度年齢がいくと、まあどうしても動体視力が落ちてきたりとか、まああと社会的な問題とかでこう腕を折ったりしたらまずいとかね、いろんなことがあった時に、トライアルって結構取っかかりやすくて最近またね、僕も始めたような状況であるんですけれども、当時もやっぱりそうですか、トライアルっていうのは。そうですね。基本的には、先ほど馬術って言いましたけれども、バランスを競う。そうですね。それから、まあ、いわば、フォームの美しさみたいなのも大変大事で、何よりも、他の競技と違うのは、スピードを競わない。そうですね。具体的に言うと、足をつかないことによって、点数、ペナルティで、1、2、3とか点数がついていくんですが、バランスよく、コースをクリアしていって、点数をなるだけ少なくする、まあゼロがクリーンということで一番いいんですが、そういう競技ですので、速さもスピードも、それからその区間の中を短時間で通り抜けるっていう必要性はないわけですね。要は足をつかないとか、あとバックしない。っていうのもやっぱり競技の中のレギュレーションでやっぱあるわけですもんね。そうですね。特に世界選手権においては、バック禁止、それからストップするのも禁止。要は前に行かなきゃいけない。そうですね。よく岩なんかで、ポンってこう、なんて言うんでしょ
こう大きな岩があってね、バイクが来て、ぴょんってこう止まるじゃないですか。はい。あれはストップになるんですか？あれはならない。まあ、基本的には、車軸がはい。移動してない状態のことをストップと言うんですが、はい。まあ、伝統的なテクニックであったり、はい。高度な技であって、うん非常に遅いスピードではあるけれども、目には止まってるように見えるけれども、動いてるというふうに判断される場合には、ストップとは見なされない。そうすると次のいわゆる、なんていうんでしょうね、動きに対する準備っていう部分では OK なんです。そうですね。なるほど。オブザーバーの判断で、はい。まあ、ジャッジされるわけなんですけれども、ほぼ今おっしゃったような事例だと、5点とか、ペナルティをいただくということはないと思います。はい。ちょっと安心します。結構ね、いろんな YouTube で、僕ももうこのオートバイ買ってから、いろんな研究してるんですけど、まあ、上手な人になるほどね、ピタッと止まれるじゃないですか。で、特に次の動きに行く岩の上とかでもね、平気でクーなんて止まってるんで、あれがね、どうなのかなと思ったんですけど、じゃあ、そこ安心なんですね。で、ホンダさんが、まあ、先ほどのバイアルス、先ほどの説明の中で、125、250、50cc と、まあ、矢継ぎ早に発売していくわけなんですけれども、で、これを、実際、買っても、まあ今はもう僕もそうなんですけど、なかなか走るところってないじゃないですか。そうですね。やっぱり、新しい競技であり、オートバイ、特にその競技者が自由に走り回れるところというのは大変少なかったわけで、そこでまあ、ホンダとしてはバイアルスパークっていうのを各所に、スタートは確か鈴鹿サーキットだったと思うんですけど、レース場に限らず、例えば自動車教習所のレインボーモータースクールの中に、バイアルスパーク和光っていうのを作ったり、それから昔のタマテックとかアサカテックとか、いわゆるテックランドっていうのがあったんですが、そこの場所にも、バイアルスパークを作って、全国展開で場所を作っていって、で、最終的には研究所とか、工場の中にも、社員がレギュレーションで技を高めるために、パークを作った経過がありますね。はい。じゃあそうやって要は車体を売るだけじゃなく、もう、なんて言うんでしょうね、文化も一緒に売っちゃおうみたいな、そういう関わりを作っていったわけですよね。そうですね。まあ、いわゆるホンダでよく言う、ハードを売るだけではなくて、ソフトが大事だよっていう部分で言うと、モーターレクレーションはまさにモーターレクレーション推進本部はソフト展開をやっていく部門でありましたので、そういう見る人を増やす、やる人を増やす、まあ、普及活動の中で、そういう場所、それからやる人を増やす、見る人を増やすという努力はしてきたと思います。はい。やっぱりあれですよね、こういう、なんていうんでしょう、先ほどのお話にちょっとだけ戻るんですけど、スピードを出さないで競技が成り立つっていう部分から、なんていう言葉がいいのか適切なのかわかんないですけど、まあ、スピード強でビュンビュン走るとか、結局一般道路でビュンビュン走るみたいな、オートバイって結構日陰者扱いだった時期があるじゃないですか。そういう部分にはやっぱりいいですよね。そうですね。最終的には、例えば白バイの競技会で、このトライアルの部門が設けられて、で、結局、今のロードレースなんかでも、速い人は、ダートの走行したり、モトクロスやったり、トライアルやって、で、ロードレースで大変、速いスピードで、バランスよく走れるっていう、基礎的な部分で、トライアルっていうのは非常に、技量を高める、テクニックを身につける最良の競技じゃないかなっていうふうには思いますね。意外とやってみると難しいですよね。そうですね。まあ、本当に、
世界でトップの人たちの技を見ると、もう、神業ですそうね。もう本当に、そんなことができるのって。あれだけ見ると騙されますよね。逆に言うと、選手から言うと、いや、オートバイなしで、あれやれ、あの崖登れとか、垂直の壁を、オートバイなしで登れって言ったらできませんよっておっしゃるんですけど、まあその選手の人のテクニックっていうのは究極の神業ですね。なんていうんでしょう、速く走るとかっていうよりも、まあ一般的にオートバイ乗ってる人って道をね、普通に走るわけじゃないですか。でも、それが歩くような速度で、ゆっくり走るだけでも正直難しいですよね。で、ハンドルちょっと切ったらその場でピタッと止まって、ね。そうですね。スタンディングスピードで。まあ、オートバイは走るものではありますけれども、このトライアルに限って言えば、動かさない状態でも練習ができる。で、スタンディングスティルが大変上手にできると、次のアクションに対して非常にそのマージンができるっていうか、余裕ができるっていうか、A 級とかエキスパートの素晴らしいライダーは、スタンディングスティルのまま両手離して、なおかつそのステップの両足でバランス取りながら、そのままの姿勢をキープできるとか、だからエンジンかけなくても走らなくても練習できるのはトライアルだけじゃないかなっていうふうに思いますね。そうですね。まあそれやってる分には足を折ることもほとんどないでしょうしね。いいですね、でも。そうですね。いいですね、僕もね。静かな住宅地であっても、ここみたいな場所であっても、練習はできるわけですよね。そのスタンディングスキルをやることによって。でもあれって確かに先ほど藤沢さんおっしゃったようにね、先日も宋利光さんが、やっぱりモトクロスから上がって、オンロードのレースに行ったと。で、マルケスも確かモトクロスかなんかやってて、そうですね。で、モト GP に上がったりとか、やっぱりベースになってる形がオフロードだった人がオンに変わっていく過程のやっぱり一番最初って結構体感っていうんですかね。体の中にそのバランスを、まあ、教えるっていうんですか、それ大事なんですよね、きっとね。そうですね。きっと私はそういう領域はもちろん、存じ上げないんですけど、ダートとかオフロードでこう滑るっていう感覚が、なんかとても大事らしくて、その、滑るきっかけを作るとか、滑りながら、なおかつその、定常的に負荷をかけてって加速していくとかいう感覚はとっても大事で、例えばケニー・ロバーツはダートの練習をよくやってたとかいうようなお話は聞きますね。やっぱりまあ僕らも、もう私ももう60になるんですけど、今までこういろんなオートバイとか乗ってきて、怖くなくて、なんか競技にもしかしたら結びついて体にも良くて、でまあ、いいことだらけじゃないですか。まあ、そういった意味ではね、年取ってからある程度始められてね、のんびりした、環境の中で、っていうのも一つの趣味として今後いいかもしれないですね。そうですね。実際に、四十カラクラブっていうトライアルの集まりがあったり。四十カラって鳥のですか？いやいや、40歳からという意味と、その四十からと、まあ、引っ掛けたんでしょうけど。それからまあ、いろんなトライアル大会で、かなりご高齢の方が果敢にチャレンジされてるみたいなことは実際目にしますので、まあ、馬術と一緒で、かなりご高齢になっても、そのバランスを磨くことによって、安全に楽しく競技を楽しんでいただくっていうことは、可能だと思います。ね、はい。この間、まあ、埼玉県の入間市に、トライアルの練習場がある、まあ、知る人ぞ知るっていう感じなんですけど、そこで初心者のトライアル教室っていうのが、まあ、不定期なのかな ?1 ヶ月1回ぐらいとかされてるみたいなんですけど、まあ、僕もそれ行ってきたんですね。女性比率高いんですよ。驚くほど。そうですね。おそらくバランス感覚とか、
繊細なアクセルワークみたいなことで言うと、は案外これ女性向きかもしれないですい。ね。ねえ。で、スピードがバンバン出るっていうわけでもないんで。だから福本さんのオフロードビレッジ、モトクロスっていうイメージがあるんですけど、はい、最近なんかトライアル場も作って。できましたね。はい。なんかトライアルの方もこれから力入れていくんだみたいなことで、だからそういう若い女性がまず見に来てくれる。はい。それから自分たちもちょっとやってみようかなと思ってくださる。そういう競技であり、そういうことが、だんだん広まっていくと、やっぱり女性も参加するイベントっていうのは、ソフトな感じで、で、馬術じゃないんですけど、エレガントで、雰囲気がまたね、変わってくるんで、そうですね。いや、他の競技がね、サポートしてるっていうわけではないんですけれども、なんか、我々にとっては嬉しいことですよね。そうですよね。さあ、そろそろお時間の方もだいぶ経過いたしまして、今回のお題はいかがだったでしょうか。途中にね、バイアルスパークの写真、これも本当に貴重だと思うんですよ。当時の写真ですね。何枚か入れさせていただきましたので、ちょっと一回ストップしてでも、引き伸ばしてでも、スマホで見てる方、ちょっと見てみていただいて、また、このね、話題、ちょこちょこ取り上げていきたく思いますので、ツイッターとか、あと、ツイッターですね、概要欄の方に私の方のツイッターチャンネル、貼っときますので、何かありましたらダイレクトメッセージとかいただければ、藤沢さんとか、あと、渡辺さんとか、いろんな方に聞いて、取材して、また、この場で発表させていただくということ可能ですので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。藤沢さん、今日はありがとうございました。いえいえ。また。昔の若い頃のことを思い出して、思い出ししながら、喋ってるんで、もう突っかかりで、途中で少し車が通ったり、いろんなことがあったんですけれども、楽しんでいただければ幸いです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。では今日はここで失礼させていただきます。どうもありがとうございます。